それでいいのかな。こんばんは。入ったかな。また携帯でチェックしなきゃな。こんばんは。チャットが見えないよ、これ。あ、見えた。のばるさん、ありがとう。こんばんは。今日はいてくれてるのね。今日はLINE でのチャットはダメだよ。携帯がハウリングしちゃうかな。声聞こえてるよね。ちょっと待って。音出てない音。え音、音、音出たかな。音楽、音楽出てないのかな、これ。まあいいか。音楽出てないかもしれないけど、今日はね、風が強くて、ちょっと、どこどこ、場所が変わっちゃった。なんか OBS の場所が変わられ、位置が変わられちゃった。ちょっと困っちゃう、これは。まあいいか。マイクは聞こえてるかな。マイクは大丈夫？大丈夫なのかな。なんか携帯で開くとすごい遅延があるんだけど、どういうことかな、これ。バルさん、コメントありがとう。あの、聞こえてるかな。あ、聞こえる。音楽は聞こえるのかな。音楽は、なんか携帯から音出てこないけど。いや、雑音がひどいな。雑音が大きくすると、これ。声を聞こえようとすると雑音がひどいので、もうちょっとマイクの音を上げといた方がいいのかな。なんかノイズが入る。どうなのこれは。どうなのこれ。音楽流れてないんだけど、全然一切。昨日の音楽に戻そう。
これで流れるかな、音楽。どういうことかな。うるさい。改めましてこんばんは。今日はノバルさんも来てくれててありがとうございます。よかったらコメントとかくれるといいんだけど、もう携帯の音消しとかないとなんだね。風がね結構強かったんですよ、今日のビーチ。ビーチは結構風が強くて、波も白波いっぱい。ウィンドサーフィンもいなかったけど、最近ウィンドサーフィンもカイトも見ないな、そういえば。季節だよね。季節じゃない？ 2 月だもんね。季節だよね。カイトサーフィンやカイトサーフィン、ウィンドサーフィンの季節なのに全然見ないな、そういう人たちを。毎年1月か2月ぐらいに来てると思ったんだけどな。だったかな。10年ぐらい、10年近く会ってないから今はどうなっちゃったかわかんないんだけど、本当に波が強かった。風も強かった。今日は昼過ぎ、3時ぐらいに海行って、夕方ガラパンをちょっと徒歩でうろうろしてみました。結構昔からいる子もいたりして、あーなんて言われて、なんかお化けみたいようにあーなんて言われちゃったりして、そうだ、バーベキューも今日ローカルの人たちはあんまりやってなかった。風が強いからやんなかったのかな。砂が回っちゃうから、歩くと砂がバンバン回っちゃうからやらなかったのかもしれないし。海はね、なんかでも入りたいなって感じがしたんだけど、まあ水着を着てないので入らなかったけどね。今日もこれまだ一つ目の映像なんだけど、映像だからまだバタバタしてないんだけど、これ音楽また流れてない？小さすぎるのかな、わかんないや。これ自分のあれでチェックをできるやり方もあるんだろうけど、もう一個 PC とかが必要なのかな。携帯で確認すると
ものすごく遅延になってて1分ぐらい遅れてんじゃないかなっていうぐらい遅れてるんだけど、まあいいか。それで今日はだから4時半とか5時ぐらい、世間でいうなんだっけ、飲むのに安い時間ってなんて言うんだっけ、忘れちゃった。なんて言うんだっけな、ハッピーアワーか、ハッピーアワー、ハッピーアワーの時間に、合わせて始まるような時間に合わせてちょっとブラブラしてみたんだけど、この辺もやってなくて、なんだっけ、ここはね、なんとかフィッシャーだけど、全然違ったネイキッドフィッシュと、隣がお菓子屋さんかなんかで、その隣は何だったか何がやってるか分かんないけど、全部閉まってた。日曜日だからかもしれない。日曜日だと全部閉まっちゃうのかもしれない、もしかしたら。海坊主も最近は分からないけど、前は日曜日休みだったから結構日曜日を休んでいるのかもしれないし、でここはカラパンスクエアのところのところ空いてるところ、ビルの中に猫がいたんだけど、これどっからか入るとこがあるのか、建物の中に猫ちゃんがいて、助けようがないので仕方がないからそのままにしてきちゃったけど、今日はねちょっとちっちゃいバーみたいなの、バーがやってるかなと思って、そういうのを見に行きたいなって思ったんだけど、そういうのを見に行きたいなと思ってちょっとうろうろしてみたんだけど、本当にどこもかしこもこう空いてるところだらけ、空き店舗、中身からなんだよね。ガラパンスクエアもガラガラになって空いてて、今日歩いてみたんで、ここねキングスがあったとこ、やっぱこのビルだよね。車の中から撮ってるとどこがどこのビルだか全然分かんなくて、ここネイルショップもあったし、ウェディング屋さん、不動産屋もあったな、一時期。いつも私が知ってるのが6、7年前の話だから、それ以前の話だからその後は知らないけど、ここねずっと道路のところに歩道と車道、車が走れるようにガラパンのメイン通りがなったんだけど、グリーンベルトができてるんだよね。ちょっと邪魔だったけど、いいかって感じでグリーンベルトができてて、昨日車から見た時はアイラブサイパン、ここガラパンのメイン通りのところ、ここもやってるのかなと思ったら、もう中身空っぽでしたね。だからやってない、全くやってない状態で閉まっちゃってる状態でしたね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。進んじゃう、やめて。進んじゃうと元に戻さなきゃならなくなっちゃう。
進まないでって止めることもできないんだよね。映像を止めることもできないし、まあいいか、ちょっと待ってね。ここねABC はやっぱりやってました、間違いなく問題なくやってるって感じでしたね。 ABC はこのビルもいろんなお土産屋さん昔は入ってたんだけど、全然今はカラッカラ。ちょっと驚いたことがあって、ポリスカーが止まってるから交番まさかなってやってないだろうなと思いながら近寄っていって、まあやってないよねって確認して通り過ぎたんだけど、誰か人がいたのも見えて、ちょっと戻ってみました。やっぱり人がいました。ポリスがいまして、撮っていいって聞いたら撮っていいって言うから、で24時間この間はいなかった昨日もいなかったんだけど、この間もいなかったし昨日もいなかったんだけど、今日はいて、撮っていいって聞いたら撮っていいよって言うから、で24時間いるよって言うから、24時間ここにいたら安全だよ、一人でもいてくれたら安全だよね。いるのを初めて見ました。パトロールしてくれてる人もいるみたいだし、でこの人はなんかここにいて常駐してるみたいな感じのことを言ってました。海坊主以外何もない。花光もやってたな。花光がやってて、海坊主は今日休みなのかな。5時で誰も来ていないみたいな感じだったから、日曜日はやっぱり休みなのかもしれないです。花光ここはやっていて、もう随分外見が変わったような気もしないでもないけど、その隣に不動産屋さんみたいになって、ネイルスパとかネイルとかスパもやってるみたい。でもなんか人が全然見えなかった。これ不動産屋さんで、左側なんか同じ入り口で左側にネイルの部署みたいのがあったから、ネイルもやってるのかなって思いました。隣はもうミラージュ、みんなが大好きだったミラージュはやってません。上にも中華屋さんみたいのがあったんだけど、やってる雰囲気はなんかあったんだけど、前はやってたけど今はどうなのかな、やってないような気がする。見てみたけど。でここに愛ちゃんのマカオが誰か入ったんだね。バーナイトクラブかなんかができたのかしら。マカオのところに新しい看
看板がついてたけど、やってるかどうか、今やってるかどうかはわからない。ここは何年前した。ここはもうガラガラ、マイクロネシアの門も閉じられちゃってて、ガランとしてました。この隣のマミーズもやってないし、マミーズだっけ、あれ違うな、なんかその隣のスパ、ここスパ、マッサージ屋さんはずっとやってる。名前は変わってたけど、なんかここがウェディングのとこで、ちょっとびっくりしたのが、この路地入ってきたとこにポーカー屋さんがあったんだよね。ここ歩いていったら右側にちょっと怪しげなドアがあって、昔はここでこのドアのとこ、昔はエッチな DVD とか無修正の DVD とか売ってたんだよね。発酵将軍じゃなくてジャングワンはやってた。さっきの建物なんだけど、37ポーカーっていうのがあったんだけど、ボロい建物だったんだけど、すっごい綺麗になっちゃってて、ちょっとびっくりしました。一時期ボロい建物の頃に宿泊所みたいなのやってたんだよね。 B&B みたいなやってたんだけど、この辺はもうゴッドファーザーはもちろんやってるし、ゴッドファーザーの向こう側なんだっけ、ジョニーズバーもやってる、焼肉屋さんもやってるみたいだ。このビルはね、何もやってなかった。このビルも日曜日だからなのかな、これやってんのかな、時間が書いてあるから。夜もっと遅くなるとやるのかもしれないけど、もうハッピーアワーの時間で、日曜日だからなのかやってるとこが全くなかったのね。ちょっとびっくり。ディオニソースはもう15、6年前に閉まってるかな。看板がまだついてるっていうのはすごいけど、このペンギン村だっけ、2階のペンギン村っていうとこも何もやってないみたいで、ペンギン村だったかな、なんかバーだったんだけど何もやってませんでした。で、どこだっけ、これね、これはダイビングショップのとこと、もうカプリチョーザともう一つなんか肉屋さんが、ステーキ屋さんがあったような気がしたんだけど、もう全部入ってないしね。カジノね、これはカジノどうすんの、この大きなホテルね、立派なのに。中身は出来上がってんのかな、出来上がってないのかな、どうなんだろう。立派なカジノだったんだけどね、ちょっとダメですね。終わってしまいましたね。どこだっけ、O2 スパ。今朝はここもやってなかったけど、やってるのかもしれない。
れはね、韓国の民宿場みたいなところだったんだけど、今はやってないって言ってた。近所の人に聞いたら。で、この建物はナイトクラブができる、大型ナイトクラブができるって言って直してたんだけど、まあできることなく、でこのドアを上がっていくと、葉っぱ屋さん、大麻屋さんがあったんだけど、なくなってた。合法のね、大麻ね、合法なんだよ。合法だと思うんだけど、合法の大麻屋さんがあったんだけど、なくなってた。で、ここのスパマッサージ屋さん、中国のマッサージ屋さんはちょっと外見が綺麗になってたから、ちょっと空いてたから入ってみたんだけど、誰もいなくて、で出ていく時に誰かいて、で撮っていいって言ったら、あ、いいよって言われたから撮ってみたんだけど、アイラブスパって前違うとこにあったと思うんだけど、ここに来て、で隣でねバーもやってて、でバーの中、こういうところないと困るよね。こういう、なんて言うんだろう、こういうちっちゃいバーが結局は言っていいんだよね、こういうの YouTube で。ダメなのかな。ここもそういうバーらしいんだけど、それ系、まあお姉ちゃんが呼べば来るよみたいな。あ、これおまけ。ちょっとね、なんかタイレストランがあったんだけど、タイハウスっていう名前であって、その後タイなんとかっていうまた違うレストランになって、またこのタイのレストランが違うタイのレストランがここに入ったっていうんで、ちょっと目に留まったから入ってみました。相変わらず広くて、新しいオーナーになってまだ3年ぐらいらしくて、お客さんも入ってましたね、もうこの時間で。タイ料理も美味しいよね。ちょっとおまけ、これは他の、今日はナイトクラブ系を調べたかったんだけど、ナイトクラブ系にちょこちょこ入ってみたんだけど、ちょっとね、あれね、消えちゃった。ナイトクラブ系の動画が編集が全部間に合わなかったので、これどこ押すんだっけ、まだわかんないよ。これナイトクラブ系の動画の編集が間に合わなかったので、全く間に合わなくて、今日はこれだけのね、お姉ちゃんがいるとこはあるよっていう話。でもね、みんな顔をしかめてたね。なんか昔のように若い子が来て3ヶ月ぐらい働いて帰るっていうのがなくなったらしくて、そういうのはないのよって言って
ってた。中国からのやっぱ直行便がないのが問題だよね。一時期日本人もいたんだけど、今はどうなったかは知らない。もう10年前の話だから、もう過去すぎてあれだけど、今海外出稼ぎって多いみたいだから、海外にちょこっと行って、グアムなんかもちょこっと行ってアルバイトして帰るって。はいはい、猫が来た。ちょこっとアルバイトして帰るっていうのが多いらしいから、闇バイトなんかもそうでしょ。なんか中国違う、ミャンマーかなんかでいっぱい捕まってるよね今ね。サイパンはまあアメリカだから、でもグアムもアメリカか。グアムの方が人が多いから、ちょこっと入って3ヶ月ぐらい働いて帰ってもバレないのかもしれない。サイパンだと目立つから、ナイトクラブとかでは働くのは難しい。ナイトクラブ自体がないからな。キャバクラみたいな状態のお店がないから、さっき映したチャイニーズのスナックみたいなところはあるけど、スナックっていうのカラオケ、ナイトクラブっていうのがないからな。なんか隣に座って飲むのっていうのがダメなんだよね、確か。カウンターがあって、日本でいうガールズバー、ああいうのは OK だけど、一緒に座る、同席して座るっていうのが法律でダメなのかな、あれ。確かキャバクラみたいなことはできなくて、でもストリップは OK なんだよな、確か。ストリップは OK で、ガールズバーも OK で、ゴッドファーザーはガールズバーみたいなもんだからね。でもとにかく若い子がいないよね。グアムでお知り合いが、今はやってるのか知らないけど、グアムのローカルの子が時給15ドルぐらいで水着でサーブする、水着でこうお酒を持っていく、お客さんのとこに持っていくっていう、そういうバーは OK らしいんだよね。よくグアムの子が、グアムで生まれた子たちがそういうのに働いたなっていうのはちょっと不思議。結構プライド高い人たちだから、そういうとこで働くのはいまいちみたいな。しかも水着っていうのは昔だったら考えられないけど、時代がやっぱ変わってるのかもしれない。時給も15ドル、もっと15ドルっていうのが多分もう8年ぐらい前の話だから、今20ドルぐらいになってると思うけど、8年ぐらい前、そうだね、8年ぐらい前の話なのね。多分今20ドルぐらいでやってるんだろうと思うけど、とにかくサイパン見ての通り何もない状態で、でね、今日新聞に載ってたけど、4月30日でデューティーフリーやっぱり終わる。
デューティーフリーもなくなっちゃうのかって感じでね、5大ブランドがなくなっちゃった時にもうやめるんだなとは思ったけど大ブランドなくなっちゃったらね、デューティーフリーの意味ないっていうか、意味ないっていうわけじゃないけど、あんまりよろしくないよね。あとノバルさんしかコメントくれてないけど、コメントください。できたら。ノバルさんまたどっかで寝てんじゃないの？あーねえねえ、ダメダメ、そこ歩いちゃダメ、歩いちゃダメ、ダメ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 、この上は歩いちゃダメ。猫がパソコンの上に飛び乗ろうとしましたね。危ない。パソコンと喋ってると思ってジェラシーなのか、パソコンとなんかこうやってるとパソコンにドンって乗ってくるのが猫なのかな。そういう映像よくありますよね。ガラパンこれで家賃まだ何千ドルって取るのかな、わかんないけど、これで何千ドルってまだ取るとしたら怖いな。なんかね、アパートがアパートでも 3LDK ぐらいで500ドルって安い金額になったって言ってたんだよね。3LDK なんか高いんじゃないのって聞いたら、いや今安いんだよ、500ドルだよなんて言ってな話を聞いた。ガラパンのすぐそばでガラパンが繁華街と言えない状態になってきたから、これだともうハファダイなんだっけ、グランビリオホテルがの周りが一番物があるのかな。デューティーフリーも終わっちゃうからそうでもないか。クラウンプラザも ABC があるし、ハファダイはあれがあるか、上店ハファダイじゃなくてグランビリオホテルはあれがある、上店スーパーマーケットがあるからちょっと違うかもしれないね。この辺でもうこのメインの通りで昔は20年前ぐらいは金八のところの角っこで、あそこは2階建てだったけど岡田屋さんっていうのが昔入ってて、その後で1万6000ドルぐらいだったのね。で10年前の15年ぐらい経つ、16年ぐらい経つかな、17年ぐらい前に私の入ってたパセオ・デ・マリアナのところは、私が借りる前、全然前ね、やっぱ1万2000ドルぐらいって言ってて、ここどこが映ってんだろう。ガラパンスクエアなんかでもガラパンスクエアがいくらだったっけな、1500とか2000ドルとか3000ドルとか、小さいとこで1500ドルとか3000ドルぐらいが普通だったかな。2000ドルぐらいか普通だったかな。このビル ABC の2階とかは1000ドルぐらいだったかな。1000
1200とか1000ドルぐらいかな。今でも高いのかな、家賃。海坊主なんかはまだね、ここにパセオ・デ・マリアナのど真ん中にあるわけだから、どうなんだろう。でも値下げしても入っていないのか、投資家が怖がっちゃって入らないよね、やらないよね。何かを新しくやるっていう状態の時じゃないもんね。どっちにサイパン自体がどっちに進むのか、軍事に進むのか、軍事をメインにして進むのか、なんか書いてあったの、軍事もやる、軍事的なことに力を入れるなんて書いてあったな、新聞に。本当に軍事的な方に力を入れちゃったら海が使えなくなっちゃうと思うんだよね。そうなってくるとダイビング困るよね。ダイビング、あとマニャガハ島だけ取っとくのかな。マニャガハ島も前は5年に1回競りみたいのが入って、で JTB がずっと勝ち取ってきたんだけど、今誰が持ってんのっていう状態だし、韓国の人っていう話も聞いたけど、どうなんだろう。一時期は地元の人に戻ってたって言ってたけど、その後ここ3年ぐらい 2,3 年の間に韓国の人に渡ったっていう話も聞いたんだけど、確かです。でも相変わらずサイパンゴルフ場はね元気なんだけどね、元気にやってるんだけど、どうなんだろうって、どっちに進むかが分かんないと、軍事化に進んだら今ロアベースのあたりからバーって軍事化になっちゃうのかもしれないし、そうするとね、かなりな範囲の軍隊の人たちにそれこそ本格的にそっちの方向に進まれちゃうんだったら、お店投資する方もそういうことをいろいろ考えなきゃいけないわけだから、飲食店はまだしも、飲食店とナイトクラブはいずれにせよ必要だけど、軍事化になったら軍事化になったで、ネイビーの人たちっていうのは4ヶ月に1回どっか帰ったりするから、4ヶ月で交代になって交代制で入れ替わり立ち替わりしてくれるから、ね、上層部の人はホテルとか泊まるだろうし、そういうのでまたにぎわいは出てくるかもしれないけど、ちょっと怖いよね。カジノはないのかな。軍事化しちゃうと雇用が生まれないんだよね。雇用がうわーって生まれるっていう状態ではなくなるから、軍事化して本当にうわーっと繁盛じゃないな、盛り上がってから後からっていうんじゃ、その間がサイパン死んじゃうよね。中国便がなくなっちゃったのはも
ビザの問題だと思うんだけどね。ビザが簡単に入れるようになっていた島だったのに簡単に入れなくなっちゃったから、中国人がいなくなっちゃって、結局直行便も飛ばなくなっちゃったっていうのが現実なんだろうけど、韓国人もほんとこの5時だっていうのに、ハッピーアワーの時間だっていうのに誰もいないんだもん。観光客一組ぐらい見たかな。どこにもいない。歩いていない。日本は3連休だよね、昨日から。日本の人は来てるのかな。日本の人が来てたら大体結構グランビリオホテルに泊まることが多いだろうけど、海行ってる時間なのかな。でもこんなに人が歩いてないっていうサイパンは911のテロぐらいの時だったよね。2001年だっけ。2001年のテロの時2ヶ月ぐらい人が誰も歩いてなかったね。それがずっと続いてるような状態ね。本当に誰もいないの。ここもなんか怪しいねこと書いてあったからね、ちょっと撮ってみたんだけど、ここ何だったっけ。昔ちょっとした小さいスーパーだったんだけど、今なんかバーみたいになってた。ゴッドファーザーの横っちょ。今ガールズバーみたいなとこゴッドファーザーぐらいしかないし、あとはチャイニーズのやってるカラオケ屋さん。あ、でもブラボーとかもあるか。ブラボーもカラオケ屋さんで、あ、でもレストランか。カラオケもありレストランもありっていう感じだな。いやー、あんだけの大きさのとこをこの時代に抱えてるっていうのは相当な努力が必要だと思うけど、対ローカルでしか防げないからね。韓国人、今日出会ったツーリストの人もカップルだったから、あんまりナイトクラブとかカラオケとかは行かないだろうし、裏路地を歩いてたけど、まあ海があるからいいかって感じなんだけど、海がなくなっちゃったら本当に困っちゃうよね。どっちにするのか、政府がもっとはっきり軍事化になっちゃいますこの島はって言うなら、それはそれでまあいろんな方向に進むことを考えられると思うんだけど、投資家は一回減るよね。土地とかは別だと思うけど、何かお店をやろうとかそういう人たちは一回減ると思うんだけど、もっと軍事が安定してこないと、軍事化が安定してこないと、軍事化がバーンってはい決まったってことになったら、もうそれから来るのは早いと思うけど、
サイパン狭いから本当にグアムみたいな基地ができちゃったらどこまで基地になっちゃうのって感じになっちゃうからね。どこまで基地にするのかなって。あとは、このビルも中国の本当に100人体制のバーをやるって言ってたんだけどね。中国の女の人を揃えて 100人ぐらい女の子を集めたキャバクラみたいのをやるって言ってたんだけど、このビルで華やかだなと思ってたんだけど、結局できずじまいで終わってしまったけど、中国の子綺麗な子多いからね、観光客でも。最近中国のドラマとかも日本でやってる秘密の皇帝、三国志、昔の三国志とは違って俳優さんたちがイケメンだよね。全員ほぼ中国の俳優さんイケメンで若い人を使ってて、昔の三国志とはちょっと違うなって感じで、初めイラッとしてたけど結構見ていくと面白いドラマでしたね。 YouTube であったんで、中国語だったけど、中国語であれ50何話あるのかな、55話ぐらいあって、日本だと翻訳されて多分20話ぐらいで終わるのかな、25話ぐらいで終わるのかな。まだ終わってないと思うんだけど、終わってないと思うから最後までは言えないけどネタバレになっちゃうんで。イケメンが多いよね。ここね、タイレストランはタイの人がやってた。タイから来たって言ってた。奥様もタイの人で、2人ともタイの人で、オープンして3年目だって言ってたの。本当はね、この YouTube でもうライブ配信で松井和代だっけ並みにもう落ち込んでいろんなことをやるかって思ってたんだけど、初めは、あれやったら自分もどんどん崩れていっちゃうからあれはやめました。とにかくでも心境としてはもう本当にやばい辛い状態にはいるんだけど、ちょっと誰もメッセージくれないってどんな感じこれ。どうしてメッセージくれてもコメントくれたり、なんか聞きたいことあったり、また消えちゃった、画像が消えた、違うのにしよう。本当入ってるお店とガラガラのお店と両極端で、今日はもう歩いてて誰も本当に会わなかったし、入ってないところだらけ。それでどうやって家賃払うんだろうって本当に怖いよね。夜になると湧いてくるのかなって。デューティーフリーだって50人からの人がみんな職を失うわけで、デュー
ティフリーがなくなるっていうのはちょっとどうなのか。他の国にも見られることだと書いてあったけど、聞いたことないよね。空港のデューティーフリーもなくなっちゃうんだよな。まだ聞いたことないんだけど、デューティーフリーないってやばいよね。おじさまがお姉ちゃん連れてきてねだられる心配はなくなるよね。何十万っていう金額はなくなるから安くいいかな。でこの間の映像だね、車から撮ったちょっと天気が良くなくて曇ってはいたんだけど3面ぐらいしか降ってない。ガラパンスクエアもほんといい値段してたのにね。ふるさとのビルもアートはやってるのかな。上がアパートだったからそれだけ店がなくなるとやっぱり雇用してる人がいなくなっちゃうってことだから、アパートでも何でもどこでも空いてるのかもしれないね。そうだよね、働く人がいないんだから。昔縫製工場があった時はね、夜になれば縫製工場の子たちがぶわっと出てきて夜のお仕事とかしたりしてたけど、そういうのもないから活気が全くなくなっちゃってるよね。どうするんだろう本当に。政府はどう考えてるんだろう。どっちに進みたいんだろう。ガラパンの交番におまわりさんがいたのはちょっとびっくりだったけど、どう24時間いるようなんて見たことない。初めて見たよ。この辺の家賃もいくらするんだろう。昔は高かったけど100ドルとかで入れんのかな。500ドルとかで入れんのかな。ないか。あってもガラパンかなやっぱり。このねメインの通りがね、歩道になっちゃった時、その時が最悪だったんだよね。私も昔車道から歩道になるっていう時に工事をずーっとやられて、お店がお店でなくなってた時期があったからね。ビネス中華があったよね。ビネス中華のこの間ハピネス中華のそのいいのかな、猫新聞にも載ってたからいいんだよね。猫をスープに猫肉をスープにしてこう出してたんだよね、ハピネス中華は。それで捕まったんだけど、そのハピネスで働いてたのっていう人が点々と中華料理屋さんにいて、その人と喋ったら僕じゃないよって言ってそのコックさんはもう帰ったよって言ってたから、猫をさばくコックさんは帰ったよって言ってたんで、よかったって、もう本当に心から思う。猫を飼い始めたから余計に思うし、あれ猫だったんだろうな。美味しい
私には八角が強くて食べれなかった猫の煮込みがあったけど、ここを使っちゃダメだよね、やっぱり。またやってる私。やってないね。マイク入ってるよね、大丈夫。なんでコメントくれないのかな。もしよかったらコメントくれると嬉しいんだけどな。なんか食べれる話題ができるんだけどな。今結構来てくれてるんだけどダメ。コメントダメ。くれないの絶対。LINE にくれるのはダメだって。してるからね。でもサイパンは復活してもらいたいんだけどね。どうなのかな、今行政の人とかは。もう私がやっぱりお店をやってた頃なんで、男の人の経営者のとこにはあんまりそういうことをやらないっていう話も聞くんだけど、本当意地悪。ポリスと同じだよね。俺は政府の人間だって言って、サニテーションとか機関士、何あれ、サニテーションって何、保険屋さん、日本で言ったら保険屋さん、ああいう人たちの袖の下をこうくれなきゃ、昔はね、昔だけどくれなきゃグレード A は出せないとか。にゃにゃやめて、ダメダメ、こっち来て、こっちパソコン乗んないでお願いだから、袖の下を要求してくるっていう。でもてこでも上げないでいると意地悪されるんだよ。ここがダメ、あれがダメって。そんなダメなことないのに。もうその当時もうめちゃくちゃ汚いところ、汚い中華屋さんとか裏路地にあるようなところが通っているのに、袖の下を上げないともう全然許可をくれなかったり意地悪してくるんで、これを作んなきゃいけない、あれを作んなきゃいけないって。そんなことやってないじゃん、中華屋とかっていうと。知らない、俺が担当じゃないとか意味わかんないこと言い始めるし、もう本当にね、15、6年前とか、まあ20年ぐらい前とかはめちゃめちゃだった。今はやってないだろうけど、そういう時代じゃないから。でもポリスは変わってないところがあるから、やってる人もいるかもしれない。人による。あんなことやられたな。私なんか一人でこう対応してたから、結構めいったよね、意地悪されると。一般紙っていうのはこの幅は何センチなの、80センチぐらい通路がなきゃダメなのね。なんか売り場で最低が80センチだと思うんだけど、通路にお土産屋さんとか、うちなんか小さいお店だったから80センチっていうのも結構難しかったりしたんだけど、80センチは取らなきゃダメって言われて、それが法律だからって言ってこう全部直したりしなきゃいけなかったんだけど、また映像消えてる。ちょっと待ってと、あれれれれ
ねねねね猫映像にした。ちょっと待って、猫映像、今日のガラパン映像。私はそういうね、なんかビジュアルは本当に多かった。消防署の方から来たから500ドルよこせとかね。消防署の方からってなんだよって感じだったけど、でも政府の人なんだよね。で、なんで500ドルを渡さなきゃいけないのかって言ったら、オキュパンシーとオキュパンシーの一環だって言われたんだよね。で、説明し、うちの店カメラあるよって言ったら、そそくさ帰ってることがあったね。500ドルって大きいからね、なんで500ドル払わなきゃいけないのか。消防署の方から来て、消防署ではない、消防署ではないんだけど、消防署の方から来た。どんな詐欺だよとか思って、一時期そういうのがあった。その時に今思い出した。耐火飯店のママもそれを払うかどうか悩んでいたことがあった。そういえば耐火飯店のボスがオーナーが中国からこの間来ててばったり会った。で、今はなんか人に任せてて、それこそ元ハピネスの人が今働いてて、オーナーさんはなんかビザが取れなかったかなんかで今中国にいるって言ってた、ご夫婦で。なんか一時期難しかった時期があって、中国のビザがその時に取れなくなって帰っちゃったんだよね。今は違う人がお店を見てやってるって感じ。オーナーはたまに来てお金をもらって帰るのかな、多分。いい商売だ。ホテルもやってるからね。今もやってるのかな、ホテルなのかアパートなのか。前はハワイホテルとかっていう名前をつけてたと思うんだけど、グランビリオじゃなくて、クラウンプラザホテルの前に、もうホテルの名前もみんなパタパタ変わったから本当によくわからない。どうしてもグランビリオは母代と呼んでしまうし、クラウンプラザはやっと最近覚え始めた。クラウンプラザで、新しいハイアットの名前がマリアナビーチリゾートホテル。ややこしい、本当にややこしいね。今日はこんばんは。年に2回ほどサイパンへ行きます。ボーヌさん、こんばんは。ありがとう、コメント。誰もコメントしてくれなくて。サイパンに2回ほど来てるんだ。年に2回ってすごい。今は円高だからどうですかね。円高じゃない、円安だからどうなんだろう。来てるのかな。今日の新聞で、デューティーフリーがなくなるっていうことが発表されたんですけど、ボヌさんはデューティーフリーは必要ですか？あんまり必要ない。どっちかな。
デューティーフリー、私もデューティーフリーの隣とか向かいに店を持ってたんだけど、デューティーフリーに行くことは年に1回あればいい方だったかな。1回か2回だったかな。あまり行くことがなかったですね。ボノさんは年に2回も来るんじゃ、ダイビングかな。ダイビングできてるのかな。どうなんでしょう。コメントにすぐ気づいたよね。私気づいてなかった。今パッと見て気づいたんだけど、ダイビングでやっぱ年に2回とか来られる方が多いんだけどね。軍時間になる前にどんどん来てほしいですよね。ダイビングの人たちは海が使えなくなる可能性もあるわけだから、海を諦めて、観光業を諦めて軍事化にするっていう方向にサイパンが舵を抜き出すのか、両方ってかなり難しいと思うんで、島が小さいだけに、小さい島だけに、そうすると海が結局軍事の方に取られて、使えなくなっちゃうから。バールさん、飲みに行ってる、サイパンにね、サイパンには飲みに来てるんですよね。飲むとこもかなり少なくなったからね。ボンさんもデューティーフリーあまり必要ない人なんですね。結構同じかもしれない。あまり必要性を感じないけど、やっぱりでもね、普通の観光客の人からしたらデューティーフリーで何か買っていこうっていう人が多いと思うんで、何か買ってハイブランドもなかったから。でもね、今デューティーフリーの横にも元私のいた土地のとこに立派なビルが建って、なんだっけな、あれ何が入ってたっけ。この間の映像にあるよな。雨の日の映像に、今日の映像じゃなくて雨の日の映像に入ってると思うんだけど、なんだっけ、イヴ・サンローランじゃなくて、イヴ・サンローランはデューティーフリーに入ってた。イヴ・サンローランじゃなくてボッテカかなんかと、でも今日見たらボッテカもなかったような気がするんだけど、何だったっけ。ボッテカと忘れちゃいました。もう一つはなんかあまり聞かないようなブランドが入ってて売ってた。多分ブランドなんだと思う。あのビルに入るぐらいだからブランドじゃないと入れないっていうか、入れない、ちょっと言い方がおかしい。入れないんじゃなくて家賃払っていけないと思うから、個人のようなところだと、カロネルもなくなるぐらいだからね。カロネルが
サイパンにロレックスをやめた時にあーって思ったけど、どんどん錆びていくなと思ったけども、錆びどうしましょうね、これね。ボッテガじゃなかったでしたっけ。ボヌさんホヌさんボッテガじゃなかったでしたっけ。ボッテガのような気がしたの。違ったかな。もう一回ちょっと映像を見直してみます。アルバンこっちかな。あ、これじゃない。この間の映像にしてみます。そうするとビューティーフリーが出てくると思うので、建造なんかありました。建造は昔建造が入ってるの今。建造が入ってるのかな。昔あそこにあった建造はルイ・ヴィトンのビル。カプリチョーザの2階。もうカプリチョーザもなくなっちゃったけど、カプリチョーザの2階に建造が入ってましたね。できたばっかりの時に。で知らない間に出ました。で今建造が入ってるんですかね。オムさん建造入ってました。こっちの動画にはデューティーフリーとその隣のビルが出てくるので、何が入ってるか分かると思うんですよね。本当に何にもなくなってきちゃったから、家賃が高いから結局この辺は本当にガラ空きになってるんだと思うんだけど、もっと離れれば、ここから離れればやっぱ安いからこっちに行きがちなのかもしれない。実際ここにこのパセオ・デ・マリアナにお店があったとしても、ビューティーフリーが向こう側行っちゃってるし、でこっち側に、ハイアットとクラウンプラザはあるけどグランビリオンとかいろんな動きには動きやすいかなっていうのがあるかもしれないね。あんのかな、そこに。どうなんだろう。出てこないのまだガラパンの中だな。本当に人がいないんですよ。どこ行っちゃったのかな。コノさんもサイパンに来たら外歩かないんですかね。そうですね、ほのさん。パプリチョーザ、そう、トニーローマだ。さっき名前が出てこなくて。
ニーローマンもなくなりましたね。これちょうだトマトとバジルのパスタなくなっちゃいましたね。やめちゃうとは思わなかったけど、気づいたらなくなってました。痛かった。まあトニーローマン濃いのは濃いっていうか、まあ、それ系はカントリーハウスかな。餃子とトニーローマンね、意外と安くて美味しかったからね。なっちゃったわちょっとね。まだカントリーハウスはあれやってるよね。カントリーハウスはなんでカントリーハウスついてないんだろうな。そこ行ってる。こっちの映像にはあるかな。この間行ったもん。今日は行かなかったな。そういえばあっちの道。あの道歩くの忘れてました。カントリーハウスの道今日。なんか忘れたなと思ったけど、あの道歩かなかった。メインの通りとこっちがゴッドファーザーの通りと一番メモリアルパークの方の通りを歩いて、なんか忘れてる気がしたんだけど、そうだ、カントリーハウスここあれ違う、これこう見るとカントリーハウスの道を歩くの忘れてました。こっちの方歩かなかった今日。そうだ、なんで忘れてたんだろう。皆さんよかったらコメントくださいませ。答えられることは答えられる範囲で答えていきますから。なんで行かなかったんだろう、あっち側。車が止められなかった。そんなわけないよな。そんなわけないんだけど。今まで忘れてました。こっち側。これはこの間そうじゃなくて2週ぐらい今ね、ホヌさんが言ってくれたカプリチョーザとトニーローマのあったビルが今何にもなくなってて、ダイビングショップが一つ入ってるだけ。散歩のつもりで歩いてに行ったんだけど、無謀にならないでかな。なんかコメントくれると嬉しいです。何でもいいです。コメントください。こっちの ABC も ABC は両方やってるね。からパセオ・デ・マリアナもデューティーフリーの前もやってて、全然パタパタパタってお店が入ってて、この辺が一番高いのがそうだね。この辺が一番家賃高いのね。頂点のここが一番平和といえばデューティーフリーでしょ。あれ何が入ってたっけな。現像テカが入ってたと思うんだけど、前、ずい
います。猫、たまに今日もガラパンスクエアのテナントの中に空きテナントの中に入っちゃってて、どうやって出るんだろうって思ってたけど、柴田さん、柴田金也さん、こんばんは。はじめまして。カントリーハウスの田部井さん事件がショックでした。田部井さん事件なんだっけ。ずいぶん前の話だよね。12、3年前。何があったんだっけ。田部井さん事件どの事件ってこんなこと言っちゃいけないよね。柴田さんはどの事件のこと言ってます？映像消えちゃった。今日の映像の綺麗だから今日の映像にしとこう。どの事件のこと言ってるかな。ショックでした。田部井さんが帰っちゃった事件、そういう簡単な事件の問題じゃなくてってことかな。ちょっとヒントくれないと全部言うわけにいかないからヒントくれれば話せるけど田部井さんもう帰っちゃったのも10年以上経つからね。15年ぐらい経つ？そんな経たない？10年4月ぶって12年15年は経ってるな。15年は経ってる。15年はそこで止まんないでほしいな。柴田さん、もうちょっとヒントをくれるとありがたい。ヒントください。ヒントくれないの？トムさんもヒントくれないの？ノバルさんもまた飲んでるのかな？田部井さん事件、拳銃のこと？どれのこと？もうわかる。どれのことかな。田部井さんは MOE っていうダイビングショップがあって、ここでダイビングインストラクターできて出して、でカントリーハウスじゃないんだけど、その前身を始めてカントリーハウスになった人なんですね。MOE のしげさんの時のじゃないや、山さんの時のダイビングショップで、横領、そこですね。そこですか。ちょっと痛い話でしたね。あれも本当なのか本当じゃないのか疑惑的ですけど、うちも散々やられましたよ。そういう横領。田部井さんにとかじゃないですよ。もう散々横領っていうかね、ポッケにお金入れちゃう。みんな入れちゃう。日本人にもやられたしその日本人は他のショップで働いてて仕事がなくてうちに来たんだけど、そのショップで前のショップで働いてた時にも横領をしてて支払わなきゃいけないって言って、そのオーナーに私は聞きに行ったのね。ちょっとおかしいんだけどあの子って言ったら、うち
口でおかしかったからそっちに行ったんだよって言うから、ちょっとなんで先に言わないのよって言ったら、その時ってビザが、今のビザとちょっと違って、そこで働いてる人、例えばうちで働いてる子が横領かなんか起こしたり、今でも同じか、横領でも何でも起こしたりしても3ヶ月ぐらいうちでもね、ビデオ撮ったり証拠を集めなきゃなんなくて、その作業が、それをビデオで撮ってたから毎日ビデオで見るわけ。それが胃が痛くなっちゃって、もうそれなんでこれ警察にすぐ言っちゃえばいい話じゃないのって言ったら、弁護士さんにね、その時自分の会社の弁護士さんがいたりしたんだけど、言っちゃえばいい、警察に言っちゃう話じゃないのって言ったら、いや3ヶ月ぐらいちょっとビデオ撮ってみて穏便に済ませるとかっていう話が言われて、阿部井さんと味噌屋のけんちゃんが仲良かったですよね。味噌屋のけんちゃんはお亡くなりになりましたね。それも多分10年ぐらい前ね。古いですね、柴田さん。柴田さん、サイパンツですね。古い、結構古いですね。けんちゃんも田部井さんももういらっしゃらない人で、田部井さんは元気にやってらっしゃると思うけど、けんちゃんはお亡くなりになりましたね。古いな、ずいぶん昔の話だな。私も昔の話しかわかんないんだけど、最近の話があまりついていけてないので、外に出てないから。でも本当ね、日本でも多分これからいろんなね、ダイバーシティの人たちを雇っていかなきゃいけないっていう、多国籍、フィリピン人だったりバングラデシュだったり、人種差別はないんだけど、やっぱ人によってはめちゃくちゃ悪いから、日本人だってうちはやられてるから、ほんと人によってなんだけど、茶物でも何でも人によってなんだけど、本当に悪いやつは悪くて、癖が悪くて、それをいかにどうやってクビにするか。サイパンでもこうワーニングって言って紙に書いて、初めは口で言ってたんだけど、口で言っても全くダメで、法律では紙に書いて3回書いて、でダメだったらクビにできるっていうあれがあったんだけど、それはね、もう日本でもそういうことが通用していくと思うんだけど、怖いのはあの人たち辞めるとクビになるんだって思ったら、ものすごい変貌を遂げてくるのね。労働局とかに訴えに行く、ありもないことを。当時は私は妊娠してるからクビになるんだとか、私はセールスレフなのに掃除をさせられたとか、例えば日本でも本当に厳密に言ったらカテゴリーっていうのが決まってて、ウェイトレスって言ったらウェイトレスのカテゴリーで働くじゃないですか。で事務員だったら事務員っていうカテゴリーで働いて、掃除っていうのは本当は関係ないんだけど、常識として掃除したりするじゃない。でも仕事の前に
掃除っていうのは常識にないのよね。で例えば9時にオープン9時にお店がオープンしますよって言ったら、日本人の常識的には5分前に入ったり15分前に入ったりして掃除してこう開け仕事するっていうのは普通なんだけど、普通であると私は思ってたんだけど、そういう常識通じないから。でサイパンには変な法律あって、昔サイパンの法律で、ここサイパンって今法律がサイパンの法律とカリフォルニア州の法律が2つ重なってる場所なんですよ。で当時は13人以上の会社はハワイとかのカリフォルニアとかの法律を押し付けられちゃう。で13人以下のところはそのカリフォルニアとかの法律は受け付けなくてよかったんだけど、うちは13人以上の会社だったんで、そっちの法律とサイパンの法律と両方フォローしなきゃいけなくて、サイパンに変な法律があったのはセブンミニッツローっていうのがあって、なんでこんな話するかっていうと、その9時にオープンしなきゃいけないお店、9時にオープンしなきゃなんないお店は9時53分にオープンしますよってスタッフに伝えなきゃなんないんですよ。なんでかっていうと、このセブンミニッツローで7分遅刻 OK っていう裁判には法律があって、誰か多分ね、昔議員さんかなんかが7分遅刻したんでしょうね、議席かなんかで。それから7分遅刻が OK っていうことになっちゃって、9時に開けるとこは8時53分にうちはお店を開けますよって言っといて、そうすると9時にお店が開けられたのね。で9時に開けますよで、例えば7分前に入っちゃってたり8分前に入っちゃってたりすると、このセブンミニッツローがまたビビビッと効いてきちゃって、例えば9時から5時までで5時7分まで仕事させちゃったら、8分まで仕事させちゃったらオーバータイムが発生ので、9時の8時52分に仕事に来られちゃってパンチインされちゃうと、タイムカード押されちゃうと、その7分払わなきゃいけないし、8分払わなきゃいけないし、オーバータイム発生されちゃうし、もうね、こういうとんでもない法律がいろんなことあって、それを今度訴える場所が13人以上のところはカリフォルニアの方になっちゃうから、 EOC っていうとんでもないところが絡んできちゃって、3年ぐらい戻るんだよね。3年ぐらい戻って、何十人もいる従業員のタイムカードを一枚一枚調べて3年分払わされたことあります。腐ったリンゴがね、昔のハファダイからね働きに来て、その腐ったリンゴがねそれをやり始めてね、全員腐っちゃったって感じ。お金もらえることに対してはね、もうみんな腐っちゃうんだよね。ハファダイで働いてたやつを雇っちゃったら、それが腐ったやつだって、腐ったリンゴで、こんなのお金もらえるじゃん、伝えた方がいいよとかって始まっちゃって、みんな計算し始めちゃって何千ドルもらえるとかっていう話になっちゃうと、もうみんなウキウキワイワイ腐ったリンゴがもう全部、その段ボール全部腐ったリンゴになっちゃうから、もう全特会しなきゃなんなくなっちゃ
れ大変。でも日本でも絶対出てくる、そういう問題がきっと。もう何でもこう注意書きノート、注意っていうのを、警告っていうのをバンバン出しておかないと、書面にして相手にサインさせてっていうのをどんどんやらないと、これからいけない時代に日本もなっていくと思うんだけど、ハラスメントだのなんだのうるさいでしょ、今はそういうことが結構きつい。昭和の私にとっては結構なことだなって思うけど、サイパンはそういうのが多かったから、ハラスメントだのパワハラだのって言ってすぐ訴えるような、20ドルぐらいで昔は無料で訴えられたのね、従業員の人たちが。嫌なことがあったりクビになりそうになると、そういう労働局に駆け込んで苦情を出すのね。そうすると会社の方は戦わなきゃなんないから仕方ないから戦うんだけど、戦うとなったらもういきなり2000ドルとか弁護士費用がかかっていくわけだから、もう初めは弁護士雇ってやってたんだけど、そのうちもう弁護士雇うのが嫌になって、もう自分で行ったよね。自分で行って、もう自分で戦ってたよね。弁護士さんに払ってもセトルメントっていうところにおあいこですっていうところに持っていく状態の方が多くて、おあいこですじゃないから、全然おあいこじゃないから私は納得いってないからって、もう返すまでやったよね。7年間ぐらい戦ったことある。私は妊娠してるからクビになるんですって言われて、妊娠してるからクビになるの意味が分かんないよと思ってうちの会社では妊娠してて子供を産んだ子は8人か9人10人ぐらいいるのかなその子はもう売れない商品を売ることができないから、お仕事ができないからクビになるんですよ、この契約がなくなるんですよっていうことを理解できなくて、でもなんかこじつけてくるのね。もうクビになるとなったらもう何でもこじつけてくるから、そういうのがあるんですよ。この柴田さんは昭和の人でしょ、きっと。平成の人じゃ、田部井さんとか知らないよね。田部井さんとか知ってるってことは、田部井さん健ちゃんを知ってるってことは、昭和の方ですよね、きっとね。奈穂さんは、ホヌさんは、年に2回綺麗な海とサイパン猫に会いに行く。綺麗な海と猫か。猫はね、うちもね、猫を去年から飼い出したんですけど、うちの、YouTube 見てもらうと分かるんですけど、うち壁が全部壁なんだけど、壁の中に多分母親が落っことしちゃったのかな、加えてこう移動してる時にポンって落っことしちゃったのか分かんないんだけど、うちの敷地の中に落っこっちゃってて、もうそれどうにもならないから保護センターに連れてったんだけど、あなた飼ってって言われて、しょうがないなと思ってその時は飼ったんだけど、なんかあの子がいなかったらどうなってるかなって思うぐらい
なので、もう猫はうちの猫はもう大切に一応してますね。ニャニャって名前なんだけどなんて呼んでいいのか、ポチとかなんとかつけなきゃいけないのかなと思ったけど、なんかニャニャ泣いてたからニャニャにしたんだけど、なんかコメントしてくれると嬉しいんだけどな。誰もいないの見てくれてる人、まだいるので見てくれる言ってる人いたらコメントとかいいねとかチャンネル登録とかお願いします。もうね、あの頃は本当にいい時期でしたよ。私なんかもうまだスタッフに騙されてなくて、田部井さんやケンちゃんがいた時代はまだいい時期でしたね。もうカジノがね復活してくれると雇用が増えるから治安の悪いのがなくなってくるかなとも思うんだけど、デューティーフリーもなくなっちゃうってことになっちゃったから、デューティーフリーって大体が、まあ、女の方の人が働いていて、で旦那さんを養ってたりする人が多かったりすることが多いんですよ。だから結構また治安悪くなるんじゃないかなとかって思っちゃいますよね。治安が悪くなるの、本当これ以上悪くなるのは本当に勘弁してもらいたいんだけど。柴田さんはサイパンによく来るってことなのかな。昔よく来てたもんな。いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。あ、見てますよ。ありがとうございます、ほのさん。嬉しいです。くだらない話ですみません。なんか知りたいこととかあったらほのさん話してもらえると分かる限りで話します。このね、I love とかそういうとこは多分柴田さんとかが好きなところなんじゃないかな。そんなこと言っちゃいけないのかな。そういう女子がいるのかどうかをね、今日はちょっと調べに、ガラパンにうろうろしてみたんですけど、いますね。一番若い人で24歳で、他の人はちょっとそれはいいんじゃないのっていうのが多かった。この人来ちゃったらどうしようって感じだったもう何年もサイパンにいるんだろうなって感じで。そうね。なんで一番向こうの通りをちょっとビデオ撮んなかったんだろう。なんか歩いてこっち側に帰ってきちゃったんだよな、アメリカンメモリアルパークの方に。なぜだろう。セオデマリアナとあっち側、あそこの通りを、セオデマリアナを2回も通ったの。何してんだろう。全部撮って、全部小さいバーとかがあったらと思って全部歩
歩いたつもりなのに。おすすめのダイビングショップ、おすすめはいっぱいありますよ。ほのさんはどこかダイビングショップ、どこで潜ってるんですか今は。誰が帰ったのか、誰がまだいるのかってそこがちょっとね、あんまり分かってないんですけど、また画像消えちゃった。誰が帰って誰がいてっていうのが分かってないんですけど、分かる範囲でみんなそれなりにおすすめはおすすめなんですよ。いろんな部類で、例えばまゆきちゃんとかもいるし、トラッキングのまゆきちゃんでダイビングもやってるし、あとけんちゃん、東大けんちゃん、なんて言ったっけ、ライトハウスのけんちゃんとかもイケメンで、そういう人が良ければそういう人みたいな、人それぞれの好みがあるじゃないですか。面白い人がいいとか、あと韓国バリがいいとかいろいろあるんで、その人それぞれに多分合ったダイビングショップがあると思うんですよね。安いのがいいとかね、そんなのどうでもいいから安い方がいいわとか、あとはそんなのどうでもいいからボートダイビングだけがやりたいとか、そうするとボートを持ってるところの方がちょっと安いのかなとか、いろいろあったりするじゃない。ほぬさんはどんな好みですか？今どこで潜ってるのかな？もしよかったら好みだけでも教えてくれると、今どこで潜ってるっていうのが言いにくかったらね、あれかもしれないし、でも私ほぬさんのこと分かんないから大丈夫よ。今日風が強かった。本当にね、ツーリストを見ないんですよ。みんなダイビングやってるのかな。ダイビングショップもかなり減ったんだと思うんですよね。どこが減ったのかはよくわかんないダイビングやってる人で出会うのがまゆきちゃんと、まゆきちゃんってなんていうダイビングショップだったの？なんだっけな。けんちゃんはライトハウスっていうダイビングショップなんですよ。その2人しかダイバーさん、あとウェーブのダイビングショップ、最近あったのはこの3つ。ウェーブっていうのはシャークっていう人がやってて、昔 S2 で働いてた韓国人の人が自分で今やってるダイビングショップ。この3人しか会ってない。あと誰も会ってないんですよ。誰とも出会ってない。お買い物行って、お買い物もあんまり行かないからめったに出会わない。人と出会うことがなくてね、ちょっと世間離れしちゃってるんだけど。大野さん、どんなショップが好きなんですか？どんなタイプが、どんな感じのところを求めてますか？教えてもらえるとありがたいな。ボートがあるといいな。ボートがあるのはマサダイブが持ってるでしょ。あとそのウェーブっていうとこも持ってるでしょ。けんちゃんとまゆきちゃんはボートは持ってないけど、
ボートダイビングはもちろんできるからね。あとボート持ってるとこって S2 ってあるのかな。 S2 ってあれば持ってると思うんだよな、ボート。S2 ってあるのかな。あとCLMC ってあったんだけど、あるのかな。わからないや。CMLC もボート持ってたと思うんだけど、昔。いや、昔すぎるかもしれない。S2 も昔は持ってた。昔は持ってたんだよね。ボートあるといいよね。ボートダイビング楽だもんね。グロットとかもボートで行けるといいね。これからの時期、今まだ波が高いけど、3月末ぐらいから波がなぎってきたら、グロッと万歳めがけて、で、万歳が荒かったら外からグロットとかね、あれ気持ちいいけど、私グロットでは1回、グロットと万歳で、私もすごい過去にダイビングをやってたことがあるんですよ。で、グロットと万歳で2回ジンベエザメ見てますね。万歳ではね、誰と潜ってたっけ、忘れちゃったの。ジンベエザメ見てて、グロットで見た時は迫力があった。万歳で見た時は早すぎてビデオ持ってたんだけど追っついていけなくて、で下でマサちゃんが、マサダイブのマサちゃんがカン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 鳴らしてて、見ろ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 って言ってる、指さしてる方向にいたのがギンガメのギンガメじゃないわ、 GT だ。 GT の群れで、そう GT、 ギンガメだよね。ギンガメって言ったっけ、あれ GT ってなんて言ったっけ、なんか違う言い方があったような気がする。ギンガメだよね。大きなアジね、簡単に言うと大きなアジがいっぱいいて、それを見ろって言ってて、下で言ってたんだけど、私は万歳でその同時期に、そのジンベエザメを見てて、うるさいなと思って、ジンベエザメを見てんだわって言って、だけど自分のビデオに尻尾しか映ってなくて、初めなんかサメの動きしてたからサメだと思って怖くて外逃げちゃったのね。ジンベエだって気づいてから追いかけてたから、もうと追いつかない。そこしか映ってなかった。あれはちょっとショックだったね。昔はギンガメじゃないよな、なんて言ったっけな、アジの大きいのなんて言うんだろう、ギンガメ、ローニンアジだ、思い出した。ローニンアジの群れみたいのがピヨ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 っていて、でギンガメアジはこうトルネードしてて、で上にはそいつ何今言ったの、ジンベエザメが
ドーンと来てっていう時、万歳の時期がそろそろ始まるからね。そろそろってまだか、2月か、3月末ぐらいから波が落ち着けば始まるから、万歳は気持ちいいよね。万歳潜ったことあります？トムさん、柴田さんもどうなんだろう。いいですか？見てる人いるのかな？見てる人いない。5人に減った。ずいぶん減りました。もしね、よかったら高評価とね、チャンネル登録お願いします。もう12時半になっちゃったね。またそろそろみんな寝ちゃうのかな。すごいいいねっていいなって、もうすごいあの頃は海も結構いい時代でしたね。だいたい万歳に潜ると、棚の上、18メートルの棚の上にナポレオンがドーンって大きな子がいたんですよ。大きな子がいて、でその周りに南洋ハゲの赤ちゃんがピラ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 泳いでる時代。今はっていうか、ここ10年20年はどうなってるか知らないけど、全く。今日も海のそばには行ったけど、海は入ってないし、そろそろみんな寝始めましたね。連休、明日まで休みなのかな。明日までですよね。明日まで休みで、日本は寒いのかな。そういえばサイパンそんなに暑くない。サイパン全然って言った方がいいかな。今も扇風機はついてるけどクーラーはつけてない状態で、全く暑くないっていう状態。私的には。他の人は分からないけど、そろそろもう2時間も話す。ぐだぐだと2時間もすいません。お付き合いいただきまして。みんな寝たんかいって感じだよね。ナホさんは、ナホさんじゃない、ホヌさんは今度サイパンにはいつ来るんだろう。柴田さん寝ちゃったのかな。ダメ、寝ちゃダメ。こっち。おいで。ダメよ。ニャニャがまたあそこに飛び乗ろうとしたから危ない。お腹すいた？みんな寝始めましたかね。サイパンはいいところなんですけどね。とにかく治安がもうちょっとどうにかならないと。ちゃんと軍事化になるのか軍事化にならないのか。軍事化になるんだったら今のうちにみんな潜りに来て綺麗な海を、ずっとコロナ禍だったから海も綺麗なんじゃないのかね。
コロナ禍も終わって随分経つけどお客さんが中国人が入ってこなくなったから、グロトに数珠なりになってる中国人がいなくなったから、結構綺麗に見えるんじゃないかな。はい、うちの猫は泣かないんですよにゃーって。なんかいつもググ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 言ってる。文句があってもグググググ言って、何か甘えたい時でもググググ言って、にゃーって泣くのは近所の猫が来たっていうぐらい。じゃあそろそろ2時間も話して、2時間もお付き合いいただいてありがとうございました。もうバタバタ寝てった感じ。誰か面白い人が配信始めたのかな。そんな感じかもしれないんですけど、またどっかの映像を撮ってきますっていうか、撮ってあるのがあるんだけど、ちょっと人の顔とか映っちゃってるから編集が今日間に合わなくて、顔をちょっとぼかさなきゃなんなくて、編集したらまたライブします。編集してなんかいろいろ書いて、今までは動画をアップしてたんだけど、それがちょっと面倒になっちゃって、それと自分が元気でいるためにライブにした方がいいなと思って、ライブに本当にさっきも言ったけど、松井和代並みの本当ライブをやりたかったんだけど、そういう心境なんだけど、それをぐっと捉えてというか、7月に行きたいな。7月まだ飛行機飛んでるよね。8月まではとりあえず飛ぶって言ってたから、8月までは直行便があるという話を聞いてるんで、ぜひぜひ来てください。サイパン遊びに来てください。サイパンの裏話、もうひどいこといいことも何でも、聞かれれば話すんで、またライブ配信するとき来てください。明日ももしかしたらライブ配信します。またお付き合いください。今日はちょっとまた2時間も話しちゃったからグダグダ2時間なんだけど、みんなお酒片手に見ててくれるとちょうどよく聞こえるかもしれないんで、まだね口が回らなくて、ほんとね6年も7年も8年も人と喋ることがなかったから、心の病気ですよね。本当に PTSD がひどくて、そこからうつになって、本当にひどかったので、猫が来て本当助かってきたって感じかな。こんな私ですけど、で私のチャンネル名が未来光、これいっぱいいる時に言えばよかった。未来光っていうんですけど、これお友達がつけてくれたチャンネル名なんですけども、前は私はリジャンってみんなにブログを書いてた時リジャンって呼ばれてたんだけど、そのあれを一新したくて、なんか名前をもうちょっとなんか、リジャンって洞窟っていう意味だから、そういう名前じゃなくて、なんかニックネームがあるといいなとかって。未来ひかりさんはサイパンで何をされているのですか？今もお店をされているのですか？お店はね、それ話し始めるとまたおかしな話になっちゃうんだけど、強盗とか、今回今年の6月にまたオープンする予定で、ちょっと用意してたんですよ。今年じゃない、去
去年の6月にオープンする予定で、また再オープンする予定でいろいろ用意してて、現金も用意してて、工事費用意してたんですけど、で去年の1月28日にうち強盗に入られて、全てのものを持っていかれてしまって、金庫の鍵から車の鍵から何から何まで、パスポートも財布も現金もで、ちょうど現金を下ろしてきて、それを知ってるのは1人だけだったんで、なんかあるなと思ってるんですけど、それはまた明日でも話そうかな聞いてくれれば。結局今はお店ないんで、オンラインでシルバーを売ってます。もともとシルバーアクセサリー屋さんとバーをやってました。で、12年前に警察に命を狙われて、過去のブログじゃなくて、ブログにも書いてあるし、YouTube にも書いてあるんですけど、それをね世間に広めたくて、こんなことがあっていいのかっていうのを広めたくて YouTube 始めたんですけどだから松井和代忘れちゃった。あの人並みに本当は YouTube をやりたかったんですけど、ちょっとあれはできないな。心情はあんな感じなんですけど、もう警察に海で2人の警官にちょっといろいろ12年前にあって、でその後それを言うな、簡単に言うとね、それを人に言うんじゃねえって言って、拳銃で頭に突きつけられて、何回も待ち伏せされて殺されそうになって、それでも政府はチャモロのことだから、あなたは日本人だからビザが欲しいでしょって、だから黙ってなさいみたいなこと言われて隠蔽され続けてきたんですよ。で去年の10月、それでもずっと私訴え続けてきて、訴えてって事件にしてくれないから事件にしてよと、ちゃんと事件にして調べてくださいよって言ったら、もうちょっと人がいる時に言いたかったから明日もう一回今野さんもしよかったらお付き合いください。時間がそんなことがあったんですよ。いろいろそれを本当はねちゃんとこうみんなにね事件にしてもらいたいな、事件だよねって言ってほしいなっていうことからこう YouTube 始めたんだけど、もう勇気なくて、まずは。で今もねちょっとビビってるけど、ビビっても仕方ないので、いずれにせよ何か動かないと何にもならないからと思ってこの YouTube 始めて、ライブもやってますやり始めました。ライブを声出ししなかったんだけど、今まではちょっとやろうかな。そうで、未来ひかりさんっていう、めんどくさいでしょ、未来ひかりさんって書くので、なんかで前にそうブログとかで呼ばれてた名前がリジャンっていう名前なんですよ。リジャンっていうのは、私洞窟にいたんで、洞窟っていうチャモロ語でリジャンっていうんでそれにしてたんだけど、もうちょっとその辺のも切りたいっていうのもあって、なんか名前を考えたいんですよね。
もっとなんかかっこいい名前ないかなって。なんかね、昔はいろんなねものづくりでも何でももっとセンスがあったと思うんですけど、年を取るごとにセンスがなくなってきたのかなって感じで、ちょっとなんかあったらいいね、あれがあったらコメントください。こんなこんなんでもう12時1時ですね。サイパン1時、日本がもうすぐ12時ということなんで、また明日多分ライブをやりますんで、もしよかったらお付き合いくださいませ。喋ってないから喉がガラガラになっちゃうね、すぐ。ということで、いいねとよかったらチャンネル登録をお願いします。映像また消えちゃった。もうこの OSB の使い方わかんないよ。もうこの慣れない中、皆さん付き合ってくれてありがとうございます。ね、よかったら本当チャンネル登録となんだっけ、いいねボタンよろしくお願いします。そして明日また9時半頃かな、9時半、日本時間で9時半頃かな。もうご飯食べてからライブ配信をするか、ライブ配信をしてからご飯食べるかっていつもここ4回目なんだけど、毎回悩んで、ご飯食べてからだとライブ配信したくなくなっちゃって寝ちゃうのね。寝ちゃうっていうかしたくなくなっちゃう。でライブ配信前にご飯食べないとこの時間まで食べないから、で朝からっていうか昼から起きてるんだけど、昼から起きててコーヒーしか飲んでないからお腹すくんだよね、意外と。明日は食べてからライブ配信やりたいと思います。よかったらまた来てください。よろしくお願いします。これって切っていいの？それではまたおやすみなさい。コメントいただいたのばるさん、岩田さん、ほぬさん、ありがとうございます。また明日来てください。よろしくお願いします。切ります。